お願いします。ネギラーメン。ちなみに鶏ですね。鶏メインで、はい、丸鶏が2匹入ってます。4キロぐらいですね、丸鶏が。もみじが1キロ。はいはい、あとは昆布と煮干しで。前は結構濃縮だったんですよ、どさんこだから。これはちょっとやっててつまんない。多分濃縮使って1キロから 1.2 キロぐらい入ります。これはガラスープです。はい、修行してたんで、そこの基本としてベースとしてやってます。千葉のニューオータニのウェスティンホテル厨房にも入らせてもらって、メニューもやっぱり昔はラーメンと餃子ぐらいな感じだったんですけど、今は本当に中華の定食もあるし、なんかどさんこによっては焼肉やったりしてるところもあるし焼き台があって焼肉を出してる。カレーもやっぱラーメンスープ取ってるんで味が結構しっかりしてます。あとこれでレバニラのレバーで、レバーは結構途上から直で知り合いが持ってきてくれるんで、臭みも結構ないやつです。ここのレバニラ臭みがなくて食べれるとかっていうお客さんもいますね。餃子の前はどさんこのを使ってたんですけど、今はもう自分で一から全部肉本来のうまみを出すように調味料も調合してあってジューシーさが残ってます。ニンニク餃子もあるんですけど、ニンニクも肉に対して3対1でこう多めに入れてるんですよ。肉と背脂で 1.5 じゃないですか。それに対して 1% 分の塩とか 15g。普通にお水を3回に分けて吸わせるんで時間がどうしてもかかるんです。これ機械にしたのも熱をそんなに肉に入れたくない、手の温度で、それによって水分っていうかみずみずしさがどんどん飛んでっちゃうらしいんですよ。肉汁ハンバーグみたいなので手でこねないでヘラだけでやるんですよね。じゃあこれ餃子にも使えるな。今度調味料調合した調味料と生姜のみじんとごま油ですね。これであと紹興酒入れて混ざると混ざってる。はい、これすいません、いっぱい飲んでやってください。辛みは中辛ですね。味噌バタお願いします。これは味噌の生。そうですよ、炒めてね。これキャベツで塩もみして水分を出してる。
刺してるんですよ。あんまりやってない。冷めないように蓋をして穴を開けて。あ、どうぞ。はい、まだ大丈夫ですよ。どうぞ。これはスープでと一緒にやってこれ OK です。あとこの端っこの方はチャーハンに多いですね。ピーマンがちょっと時間かかるんですけどかなり上がったりします。中の白いところ、子供でもねここのチンジャオロースは美味しいから食べれるって言ってくれるとやりがいがあるな結構出るかな。このベゴニア変わってるじゃん。あ、変わってるよね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。生姜焼きします。はい。すみません。はい。はい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。冷やしは普通の麺より1分余分に茹でるんですよね。スープがないから柔らかく茹でないと食べづらい。塩ラーメンのミニカレー2つ。いいよ。入ってるよ。チンジャオロース定食、チンジャオロース定食で。はい。これが水の頭の音が入ってるやつ。これいきます。14番。はい。生姜焼きで取ったけどご飯。はい。はい。じゃこれでいいんです。チンジャオロースするから。すみません。お待ちどうさま。はい。これは炒めだれ自分で調合してます。こっちは塩系の炒めだれで野菜炒めとか、海鮮炒めとか塩味今油上澄みをすくってチー油と作ったりしてる。味噌にミニチャーハン2個。こ
どうしても間に合わないんですね。なるべく時短じゃないと。その代わりちゃんとブランドと味の誰が作っても大体仕上げにこうラーメンと食べてちょうどいいぐらいな感じなんです。ありがとうございました。これは豚肉、たけのこ、白菜ですね。あとはラーメンスープで、漬けは醤油とオイスターソース、砂糖、生姜です。エビマヨの衣は卵白と小麦粉で衣を作ってます。これは中華丼ですね。あと中華丼も作れます。はい。今よ行きます。お願いします。いいですか？レバニラのレバーだけ揚げる油別にしてるんですよ。生臭みがついた。レバーはレバー専用。はい。レバニラいきます。ミニカレーです。ミニカレーいきます。2つで。大盛りを先にお願いします。ネギラーメンお願いします。これサンラータンメン。
とお待ちください。卵とブレンドしたスープ。普通の酢と香りがやっぱり違うんで、あとは卵に火を入れて、で出来上がり。ご飯とかにかけても美味しい。こういうふうに袋でくるんですよ。薄皮です。練りごまとあとはピーナッツペースト、結構濃厚ですよ。はい。ラー油で。この後これ分量半分ぐらいして強火でこう弱火で煮出してるんで、はい、もみじがそのまま残ってるじゃないですか。溶け出して出てきます。あれだけだと結構上品なスープとかで、これしてやることによってその鶏の臭みや深みを出す。お疲れ様でした。はい、こちらでまた明日お願いします。はい。